西原さん、こんにちは。また、よろしくどうぞお願いいたします。はい。はい。前回に引き続き、はい、今回も心拍ということでね、はい、始めようかと思うんですが、はい、今回の心拍がまた変わってましてね、これ、株立ちというか、相関というか、ずいぶんあったのが枯れちゃって痛みましてね、今、3本経ってるんですけど、4、5、5巻だったらしいんですけどね、はいこんな感じで傷んで枯れちゃったんですが、なんとかなるかなということで、素材としてやろうと思ってるんですが、これは奇襲心拍なんです。いつも糸井が心拍を直してるんですけど、今回はこれ奇襲心拍という紀州和歌山県の心拍なんですがね、これは一般的によく日本分中に盆栽として随分出回ってるものですよね。昔からありますからこれは。だから種類的なことは別にいいんですがね、今回これをなんか雰囲気のある動きのある面白い木になればなと思っていますので、ご覧になってみてください。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。これもね、ちょっと頭回りの面白い木になりますんでね、はい、いいと思いますよ、また。やはりね、いらない枝のを取ってきますから、どんどんとね。昔はね、この奇襲心拍が主流でしたからね、盆栽の主流。糸魚川心拍もあったんですけど、紀州の方がね、盆栽として出回ってる量が昔は多かったですからね、縁日とか、昔はよく縁日に持ってきて石へくっつけている心拍なんかよく見かけたんですが、それなんかほとんど紀州心拍だったようですね。ずいぶん枝が傷んでますね、あっちこっち。これだけ枯れてるってことは、今までおそらく植え替えもままならない、肥料もやらない、水もあまりやらない、そんな過酷なところで育ってきたんじゃないかなっていうのが見て取れますね。別にね、今のこの状態だからダメなんじゃなくて、この状態から作っていく、また面白みもありますから、盆栽っていうのは。だから随分あちこちこういうふうに枯れてるんですよね。もう枯れたものはね、枯れたんですから。とやかく思っても言ってもしょうがない話でね、いつものように枯れたものは取ってしまうということですよね。やはりこの奥の方へ胴目が吹いてるんですけどね、こういう枝ってのはあんまり使い物にならないですからね、取っていくんですよ、どん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 。苦し紛れにいっぱいこういうところ目吹いてるんですけどね、こういう枝ってのは意外と使いにくいんですよね。大事にするところもあると思いますが、ほとんどの場合使い物にならないですね。やはりこうやって取っていくとね、スカスカしちゃって、これで盆栽の姿が出てくるのっておそらく思われる方いると思いますがね、私に言わせるとまだまだ多すぎちゃってますから、枝数が。この奇襲心拍っていうのはもう葉が固まるっていうか団子状になって、この固まって丸くなる性質あるんですよね。よくニヤキャなんかにもあるんですがね、やはりそういう形にしてしまうとあんまり、盆栽としての魅力ないものですからね、あっさりすっきりさせた状態に持っていこうかなと思っています。手入れによってそれは変えられるんですね。そうですね、やはり、結局はあんまりなんて言いますかね、吹っ込みを強くさせないために透かせるってことが大事でしょうね。賑やかにさせるとね、団子になってちゃうんですよ。枝が固まって、葉組が固まって。やはり他の糸魚川なんかはそういうことないんですけどね、紀州はそういうところが木の持ち味というか、そういう性質のところありますからね、それを良しとして作る場合もあるかもしれないんですが、やはり盆栽としてはそれをやってしまうと塊の枝になっちゃって見応えがなくなるんですよね。だからある程度透かして作っていた方が物の良さが出てくるんじゃないかなっていうのは考えのもとにやってますけどね。だから、つい数日前もお客さんが講習会に持ってこられた奇襲心拍なんかもやはり枝がもともと多かったのを過去に抜いてあげてすっきりさせといたものがこんな感じになりましたって持ってこられたんですけど、すごく雰囲気が良くなってましたね。で文人帳の木ですから枝を少なく
葉数を減らしといたもんだから、すごく枝の動きがよく見えて、あっさりした洒落た木に生まれ変わってましたね。まあ、当初お客さんがきっとこんなに涼しくていいのかなと思ってらっしゃったと思うんですけど、今になるとそのバランスが取れてきたら、やはりこれで良かったんですねっていうようなことで満足はされていましたけどね。やはりこれ盆栽の木作りっていうのは結果を出すことでお客さんに理解してもらうしかないと思うんですよ。その結果を出れば必ずお客さん理解してくれますから。だからよくお客さんもこのことを理解してくださるのが、作って良くなるのが楽しいけれどいいもの買って悪くなるの切ないよねって。だから盆栽は大概がいいもの買って悪くなっちゃうんですよって。だから悪くしないためにどうするかって、その手入れを覚えたり手入れをしていくってことが盆栽に課せられるわけですよね。だからそこを習ったり覚えていけばいいものを長く楽しめるんじゃないですか。最高に作り上げたいいものを買えば何もしなければもう形も悪くなり当たり前のことだと思うんですよね。だからそれを防ぐためにはやはり定期的な手入れをしていくというのが盆栽として必要なことなんですよ。またその手入れをすることを盆栽の遊びとして楽しむことができたならばこれは最高じゃないですか。その手助けをね少しでもできればと思っていろんなアドバイスをさせていただいたり、またお客さんと一緒になって持ってきてもらった木を前手に置いてねいろんなアドバイスをしていくとそのいい方向に向かっていきますから、そのいい方向に向かっていって結果出た時はすごくお客さんが喜んでいただけますからね。やはりそれがお客さんが盆栽長く続けられることにつながっていくんじゃないかなと思いますよね。やはり誰だっていいもの買って悪くなればもうこんなのやらなくもいいやっていう気持ちになってしまいますから、やはり長く楽しめるためにどうするかっていうその提案をするのがまあ私なんかが考えている盆栽のお客さんとの間の遊びじゃないかなと思いますけどね。でもこうやって見るといろんな形があって盆栽って楽しめますね。前回の立ってるね盆栽の心拍もあればこういう株立ちみたいな心拍もあればいろんな形があっていろいろ楽しめていいんじゃないかと思いますね。それが持ち味個性ならそれを上手に引き出してあげればいいわけですからね。よくお客さんにお話しするのは個性とか良さを見出してあげるっていうとその良さって分かんないから見出しようもないってよく言われるんですが、難しいところだと思いますね。そこはね個性なのかその日の持ち味でいい良さなのかっていうところはちょっと紙一重のところありますからね。個性として捉えるかダメとして見ちゃうかこれは見方によって変わってきますからね。でも盆栽ってこういう持ち崩した木を直すのが一番盆栽やってる醍醐味だっていうようなことは私は思ってますけどね。常にねこうどうなっていくんだろうっていうそれが盆栽の楽しみ方だと思いますよ。だから諦めないっていうことじゃないですかね。諦めるのはいつでも諦められますから。こういう枝の付け根に絡まって出た枝っていうのは非常にもう使えない枝なんですよね。これ同芽というんじゃなくてこういうのはもう使いようのない枝なんですよね。こんなところでね、大体枯れた傷んで取りましたんでね、これからね、大枝をまずかけて配置をしながら木作りをしていこうかと思います。木作りする上でね、ここに枝があればなっていうことをよく言われるんですがね、ないものはないんですから、ないものをどう工夫して作るかが木作りですから、あれば理想だ、ないから理想じゃないっていう考えはあんまり持たないですね。私なんかやっててもね。あるもので作るしかないんですから、足すわけにいかないですからね。もう引くしかないんですから。やはり盆栽は引き算しかないんですよね、最初は。で作り上げていくときに足し算に変わっていくわけですよね。それでまた引き算になると。その繰り返しで盆栽の姿を維持していくっていうのが基本的な考え方だと思ってやってますから。足すの方が簡単ですね、引くのよりもね。引き間違えると木壊れますからね。足すのは自然に増えてきますから、1年2年の間に。
そこでまた引くという作業に入っていくわけですよね。足したり敷いたりしながら盆栽を楽しんでいくわけですよね。すみちゃってるね。枝数少ないと思ったのまだ取ってるんですからね。まあどうなっちゃうかね。葉がこう丸まってますからね、さっきの前回の心拍よりもあれだと思いますよ。歯組みがいいもんでなんかまとまったような感じに見えると思いますね。こうやって歯がちょっとこう丸まってますからね、まとまりがちゃんと見えてきますね。でちょっとねこれ向きが変わるんですよ。今までここ正面で見てますけどね、今少しこっちから斜めに見るように正面今変更してますから。こういう今いじってる枝のこの動きなんていうのは仕上がった時に非常に面白い趣のある動きに変わってきますからね。こんなところの枝いるんかなって思われる方もいるかもしれないですけども、こういう動きが面白みとして捉えるように見てもらえればいいかなと思いますけどね。先ほども説明してるんですがね、これなんかもう完全に下へ向いてる枝なんですよね。こういうものを取ってしまうと枝がなくなりますからね、必ずこういう枝は利用していくんですよ。こういうふうに針金をかけまして半組みとして使っていくということですね。だからこれを切ってしまうから皆さん枝が足んなくなってくるんじゃないかなっていうようなことを思いますからね。
ってね上げてあげればちゃんとはぐみができますから。これも今下がってるなんですかね。これもちょっとねこうやって上持ち上げてあげるとバランスが取れて枝になってきますからね。こんな感じでね、この部分が仕上がってね、きましたよね。こういうフランシュ風の感じになるのかなと思いますけどね。やはりこういう木の場合には余分な枝があるとこういう風情というか動きのある面白みっていうのは出ないですよね。多少枝が遠いくらいの方がいろんな動きが感じられるっていうかそういうのがありますね。